生ゴミを飼料や肥料に。オカドラが生ゴミの再資源化を実現します。オカドラの生ゴミ処理。年間排出量2000万トンにも及ぶ大量の生ゴミ。もはや最終処分場は限界寸前。焼却処理でも大気汚染を引き起こすなど、依然根本的な解決策が見えていません。これらの問題を全てオカドラサイクロンドライヤーが解決します。サイクロンドライヤーにさまざまな生ゴミを投入してみます。まずはホテルの生ゴミ。一気にボイル乾燥し、わずか45分で乾燥を終えました。続いてはコンビニの生ゴミ。パッケージのまま投入しても全く問題なく乾燥しました。続いては魚のアラ。上質な乾燥品に仕上がりました。含水率の高いプリンやゼリー、サラッサラの乾燥品になりました。これまで不可能とされてきた炭水化物系の生ゴミ。まずはご飯。世界で初めてスピード乾燥に成功しました。うどんも全く問題なく乾燥しました。従来の乾燥機に比べ4倍もの熱効率を実現。あらゆる廃棄物の超高速乾燥を実現します。オカドラはすでに国内外の数多くの現場で採用されています。新宿の京王百貨店では食品売り場や食堂から出る生ゴミをボイル乾燥。横浜のみなとみらい21ではほとんどの施設でオカドラを採用。街全体でゴミの減量に取り組んでいます。ワシントンホテルでもレストランや宴会場からの生ゴミをボイル乾燥。オカドラがさまざまな現場のゴミ処理問題を解決しています。サイクロンドライヤーを核とした飼料化プラントも稼働しています。横浜市食品リサイクル加工センターでは近隣の食品工場やスーパー、コンビニなどの生ゴミを収集し飼料を製造しています。原料はサイクロンドライヤーでボイル乾燥。同時に100度以上の温度で殺菌します。乾燥後は自洗機と自動ふるい機で不要物を除去。30分間130度以上の高温で殺菌します。その後酸化による劣化が起きないよう油脂分を飼料法に基づく 10% 以下に除去。粉末状にし品質を均等にした後、製品サイロに貯蔵されます。この作業が繰り返され1日に15トンの処理を実現しています。このプラントで製造された良質な飼料は養豚、養鶏などに使用されています。長野県の廃棄物処理プラントでは近隣から出されるさまざまな生ゴミを無排水無臭で乾燥処理しています。集荷された生ゴミは分別しそれぞれ配合調整をしてから乾燥。これにより乾燥品成分の均等化が図られ飼料や肥料原料にリサイクル可能になります。一部の乾燥品は併設された発酵熟成機を使い無臭で熟成、コンポスト化しています。サイクロンドライヤー、そして飼料化プラントを核としたリサイクル化の流れが食品廃棄物問題を根本から解決。オカドラが循環型社会を実現します。